はいどうも、ビバです。皆さん野菜食べてますか？僕はあんまり食べてないんですよね。一人暮らしだとどうしてもお弁当の中に入ってる野菜ぐらいしか食べないんですけど、アクアリウムやっててエアポンプとか LED ライト余りがちなんですよね。これだったらいっそのこと水耕栽培しちゃった方がいいんじゃないかと思って、今回はこの水耕栽培グッズを用意しました。皆さんの中にも一人暮らしをされている方いらっしゃると思います。もしよかったらこの機会に一緒に水耕栽培始めてみませんか？今回の動画では僕が揃えた水耕栽培の道具、これらの紹介と実際に種植えやっていきたいと思います。水耕栽培は牛乳パックとかプラスチックのパックでもできるっていうんですけど、それだとちょっと見た目があれなので、なるべく見た目もすっきりインテリアに馴染む感じで作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。まず今回用意したものを紹介していきます。水耕栽培大事なのは何を育てるか。今回はガーデンレタスミックスとペパーミントを用意しました。こういった種はホームセンターでよく売ってるんですけど、最近は100均でも買えるみたいですね。特にレタス系は100均で買うと2袋110円。種の量も少ないんですけど、使い切れるサイズでお得らしいです。今回はこの2種類を育ててみたいと思います。楽しみですね。そして水耕栽培をするトレイ、これはご存知100均のトレイですね。よくある蓋とセットになっているものなんですけど、朝型のタイプを選びました。この容器に水を張って定期的に水替えをすることになるんですけど、深型の容器だと中に入れる水の量を多くしないといけないので結構大変そう。朝型だと取り扱いが楽になるみたいです。そしてちょっと見慣れない白いものと黒いカゴ、これは水耕栽培用に作られているスポンジとカゴのセット。今回は Amazon で購入しました。ちょっと高かったですね。30個入りで1000円ぐらい。これはスポンジ部分100均で買ってくるとか、コストを抑える方法はいくらでもあると思います。ただカゴの部分がなかなか100均では代替品が見つからなかったです。これはスポンジには種を植える切り込みが入っていて、このカゴにスポッと入れて水耕栽培することができます。このカゴは繰り返し使えるのでイニシャルコストはかかりますけど、長期的に使えば元は取れると思います。そして液体肥料ハイポニカ、水耕栽培ではかなり重要な肥料ですね。これも買いました。ボトル A、B に分かれていて2種類を混ぜ合わせて使うタイプです。ネットで調べるとこれ使ってる方多いので信頼できる商品かなと思います。そしてエアポンプとシリコンチューブとエアストーン、アクアリストなら多分余ってるんじゃないかなと思います。これは当然エアレーションをするものなんですけど、水耕栽培でどこにエアレーションするかというと、この容器に張った水に対してエアレーションを行います。植物の根っこが水に沈むとどうしても酸欠になってしまうらしいので、エアポンプで酸素を送ってあげます。そして水耕栽培において芽が出た後に大事になってくるのが LED ライト。こちらは春デザインさんのライトスタッフ VA、 こちらはアクロのトライアングルグローです。水草水槽とかやってる方だったらトライアングルグロー結構余っちゃってる人いるかもしれませんね。 LED ライトを最初にこれを買ってグレードアップしてこれを持て余してる人、水耕栽培に使えるかもしれません。こちらのライトスタッフ VA は植物育成用ライトです。よくある植物育成ライトは赤紫っぽい色の光で若干部屋の中が怪しくなってしまいます。ただこのライトスタッフ VA はそんな怪しい色ではなくて普通のライトのように白色の光です。これでもしっかりと水草は育つので植物育成用ライトとして水耕栽培にもバッチリ使えると思います。ではまず容器に水を入れてスポンジを水に浸してそこに種を植える、この作業ですね。容器に水を入れて、当然浮いちゃうよね。なんかスポンジが半分ぐらい沈めばいいらしいので水をしっかりと含ませ、大丈夫だね。水を含むとちゃんと沈んでくれます。今回スポンジは12個、一応ガーデンレタスミックスとペパーミントを6個ずつ作りたいと思います。本当はでっかいスポンジにバラバラっと種巻いて大量にやった方がいいんでしょうけど、今回はこんなやり方でやっていきます。こんなもんかな。そして先ほどのスポンジに種を植えていくんですけど、まず実際に種を見てみましょう。こちらガーデンレタスミックス。ガーデンレタスミックスはリーフレタスが5種類混ざってるものらしいです。種はこんな感じ。これに5種類入ってるんですね。
ということはスポンジ6個だと偏りそうですね。ガーデンレタスミックスはもうちょっと増やしますか。そしてペパーミント。こちらは袋イン袋でした。種めっちゃ細かいんだけど植えられるかな。これをスポンジに植えていきたいと思います。ではガーデンレタスミックス、こんな感じで切れ込みの中に植える。これでいいのかな。もう1個植えよう。1スポンジ2つくらい植えていきますか。発芽率は結構高いらしいんですけど、どの種類が出てくるか楽しみですね。そしてペパーミント、どうやって植えようかな。これまるでブラインシュリンプの卵かのような細かさ。綿棒でちょっとピタッとくっつけて、これでこのスポンジの中に入れますか。よいしょ。こんな感じでいいかな。ちょっとわかんないけど、とりあえずこんな感じで OK でしょう。ペパーミントはスポンジ4つ分作ります。これ上に置くでもいいかもしれないですね。こんな感じで。巻きすぎかな。まあいっか。すべてのスポンジに種を植え終わりました。下の8個がガーデンレタスミックス、上の4つはペパーミントを植えています。中に入れてる水はまだ肥料は入れません。水道水で OK みたいです。そしてガーデンレタスミックスは種に光が当たってると良いということなので、これを LED ライトの下に置いておきたいと思います。本当は窓際とかの方がいいのかもしれません。ただうちは日当たりが悪いので LED ライトの下に移動します。はい、我が家のカフェコーナーに移動しました。ここにトレイを置いて、ここに照明があります。照明にはライトスタッフ VA を使うことにしました。スイッチオン。眩しい。かなり明るいですね。これで発芽を待ちたいと思います。本当は乾燥を防ぐためにキッチンペーパーとかかけて濡らしておくといいらしいんですけど、今回はこれでいきたいと思います。さあ、うまく発芽してくれるでしょうか。全部発芽してくれたらありがたいんですけどね。発芽した後についてはあの容器でそのまま育てるんですけど、この蓋に穴を開けて、こちらのカゴ、これをセットします。発芽したスポンジを入れて穴にカポッと入れるっていう感じですね。多分こんな感じになると思うんですけど、容器の中には肥料を入れた水を入れて、伸びた根っこがその養分を吸い取るっていう形になります。エアレーションもしたいので、エアチューブを通る穴開けないといけませんね。この穴開け作業には電動ドリルとかあると楽かもしれないです。どのくらいの間隔でカゴを設置すればいいんだろう。全部発芽したら12個。結構密ですね。ひょっとしたらこの容器はもう1個買ってきた方がいいかもしれないですね。これが仮に6個ぐらいだとこんな感じかな。こっちの方がいいかもしれない。ちょっと悩みどころですね。悩んでる時が一番楽しい。とりあえずはうまく発芽することを望んで気長に待ちましょう。水耕栽培で一番のメリットは虫が湧かないということでしょうか。家庭菜園興味ある人はとても多いと思うんですけど、どうしても虫が苦手っていう人も多いと思います。水耕栽培は部屋の中で全て完結するので、部屋の中に大量に虫が入ってくる環境だと分かんないんですけど、通常であればほとんど虫はつかないと思います。そして材料を揃えるのも簡単なので手軽に始められます。これはありがたい。それと家の中だと外気温にあまり左右されないので、一年中野菜を育てることができます。特に北国、雪国だと冬の間は外で野菜を育てることはできないので、水耕栽培ありがたいですね。逆にデメリットというと、育てる野菜が限られちゃうっていうことでしょうか。本当は枝豆とかやりたいんですけど、枝豆水耕栽培できるのかな。ちょっとわかんないですね。トマトとかはいけるらしいんですけど、今回は初心者向けのガーデンレタスを始めてみました。それと電気代もかかっちゃいますね。どうしても太陽の代わりに LED ライトを使うので、そこは仕方がないところ。それと植物育成用ライトはちょっとお高めなので、イニシャルコストかかっちゃうのもデメリットかもしれません。こんな感じでメリットデメリットあるんですけど、やっぱり虫が湧かないっていうのが一番大きいですね。僕が水耕栽培に手を出したのはこれが大きなポイントでした。というわけで今回はここまでですね。この水耕栽培動画は進捗に応じて公開していきます。無事に収穫して美味しく食べれたら改めて1本の動画にまとめようかなと思っています。それまではビバークアが水耕栽培を試行錯誤する様子を動画で順次お伝えしていきますので、よかったら見守ってあげてください。また今回初めて水耕栽培にチャレンジしているので、間違ってるところとかこうやった方がいいよっていうところは多々あるかと思います。
ぜひ優しい言葉で教えてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。